皆さんこんにちは、チースタジオです。よろしくお願いします。今回は私が普段使っているカメラバッグ2つご紹介したいと思います。1つ目が PGY テックのワンゴーロープストラップバッグ、そして2つ目がローレックスというメーカーのカメラリュックになります。どちらの製品も過去に少し触れたことはあるんですが、今回は改めて実際にどうやって使っているのか、どんな場面で使い分けているのかも含めてお話ししていこうかなと思います。私は最近テスラで出かけることも多いんですが、その時はこの PGY テックのカメラバッグを助手席に置いてすぐにカメラを取り出せるようにしています。一方でこちらのローレックスのリュックは後部座席の方に置いて機材を少し多めに持っていく時に使うことが多いです。どちらもどちらかというと趣味でカメラを楽しまれている方へお勧めしたいものにはなるんですが、実際にどういう方に向いているのかも含めてご紹介できたらなと思っています。ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルではカメラのある暮らしをちょっと素敵にをコンセプトに機材レビューや作例紹介、あとは 3D プリンターで作ったカメラアイテムなどをお届けしています。現在 YouTube のチャンネル登録者1万人を目指して頑張っておりますので、ぜひ登録いただけると励みになります。それではまずこちらの PGY テックのバッグからご紹介していきます。こちらは PGY テックのワンゴーロープストラップバッグというものになります。このバッグはパープル系のカラーがすごく素敵だなと思っていて、発売後割とすぐぐらいのタイミングで購入をしました。私が選んだのはこのライラックカラーなんですが、この色がまず本当に気に入って良かったんですよね。カメラバッグって機能性はしっかりしていても見た目がかなり武骨なものも多いと思うんですが、これは割と服装にも合わせやすいですし、普段の外出でも持ちやすいなっていう風に合わせやすいなっていう風に思いました。カラー展開もいくつかあって、確かミストっぽい明るめのカラーとか、あとはグリーン系とかブラック系もあったと思うんですが、その中でも私はこのライラックっていうカラーが一番気に入っています。まずいいなって思ってるのがこのサイズ感ですね。カメラバッグは収納力があるものほどごつい感じというか、業務用途であればいいとは思うんですけど、例えばソニーの α7C2 に 24mm のレンズをつけた状態で入れて、さらにシグマのレンズ、交換用のレンズを1本、あとはスマホとかお財布、鍵とか AirPods、あとはちょっとした小物、これくらいの組み合わせだったら余裕で入るなっていうサイズ感です。OSMO Pocket 3みたいな小さい機材も一緒に入れやすいですし、バッグの中に仕切りもついているので、最低限の整理はしやすいのがいいなと思います。それから車移動の時にもかなり使いやすいなと思います。冒頭でもお話しした通り、私はこれをテスラの助手席に置いておくことが多いんですけど、目的地に着いた時にすぐ助手席から撮れるのがすごく便利なんですよね。例えばですけど、ちょっと景色がいい場所を見つけた時とか、少しだけ降りて撮りたい時にリュックを後ろから取り出してっていう感じじゃなくて、もう助手席からそのまま持って降りられるので、思っている以上に便利だなと思っています。あとは見た目だけじゃなくて作りも結構しっかりしていて、日常使いする用途としてはとても安心感はあるのかなと思います。軽さ自体もカメラバッグとして考えると重すぎないので、長時間っていうよりかは半日くらいの外出とか街歩きとか、あとはドライブ撮影の時とかにはかなり向いているのかなと思います。普段使いとか、あとは趣味の延長線でカメラを持ち歩きたいっていう人にはかなりいいアイテムかなと思います。結構近くで見るとだいぶ使っているので汚れはあるんですけど、それくらいかなりの使用頻度で使っているお気に入りのカメラバッグになります。ということで一つ目は PGY テックのワンゴーロープストラップバッグでした。続いて2つ目はローレックスのカメラリュックです。こちらはさっきご紹介した PGY テックのカメラバッグとはまた違って、もっとしっかりと機材を持っていきたい時に使っているバッグになります。このリュックは YouTube とかではそこまでレビューは多くない印象なんですが、時々これどこのメーカーさんですかって言っていただくことが何回かあったので、改めてまた動画でいつかご紹介したいなと思っていたバッグになります。私はこれをインスタグラムで見つけて購入してからは3年くらいになります。
なので、こちらも結構汚れがあちこちついてきてしまってはいるんですけど、まず外観についてご紹介すると、このリュックの一番わかりやすい特徴は、やっぱりカメラバッグっぽく見えすぎないデザインかなと思います。カメラリュックは良くも悪くも機材感っていうか、趣味でカメラを入れるには大げさかなって思う方も多いのかなと感じる方、結構多いんじゃないかなと思います。もちろんそれが必要な場面とか必要な人もいるとは思うんですが、私はもう少しカジュアルなものが欲しいなと思っていました。今だったら結構カジュアルなものも出てきてはいると思うんですが、3年前とか当時はまだなかなか可愛いカメラリュックがなかった気がしていて、その点このローレックスのカメラリュックはシンプルで無駄が少ないですし、かなりスッキリして見えるのかなと思います。一見してカメラバッグに見えにくいので、普段の服装にも合わせやすいですし、イベントの時とか移動の時にも持っていきやすいです。素材もレザー調ですし、見た目にも少し高級感があります。ここは好みが分かれるところかもしれませんが、私はかなりこの素材感は気に入っています。収納力もかなりしっかりしていて、この前面のポケットには結構いろいろ入れられますし、バッテリーとかレンズペンとかマイクとか小型の機材とかも整理しやすいです。あとは別のこのポケットにはお財布とか鍵とか手帳とかペンとか日常で使うものを入れることが多いです。それから後ろはパソコンとかタブレットを入れられるスペースがあるっていうところも便利かなと思います。どこか遊びに行った時にパンフレットとか、あとは A4 サイズのノートとか、そういう平たいものも入れやすいです。あとはメインの収納だと中で仕切りを動かせるようになっているので、カメラとかレンズに合わせて調整がしやすいものになっています。見た目はこんな感じでスッキリはしているんですけど、思ったよりは収納力はあるかなと思います。私はこのリュックを使うときは車の後部座席に置いて持っていくことが多いです。PGY テックのこのバッグみたいにすぐ手元から取りたいっていうよりかは、今日は少し機材を多めに持っていく日に使うっていうような感じですね。例えばですけど、カメラ1台だけじゃなくて交換用のレンズも数本持っていきたいとか、あとはパソコンとか iPad も一緒に持っていきたいとか、あとは青森の実家に帰るときはこのリュックの方が安心して持っていけるなと思っています。ただこちらも気になる点はいくつかあって、まずリュックそのものは少し重いっていうところはあります。デザインとか素材感とかクッション性を考えると、納得ではあるんですけど、軽さを最優先で選びたいっていう方には他の選択肢がいいのかなとも思います。それから肩紐なんですけど、この肩紐のところがやや太めなので、体格によっては少し合わないなって感じる方もいると思います。私自身も少しここは気になる部分だなと思います。こんな感じで肩紐が少し太めなので、背負った時に両肩を少し後ろに引っ張られる感じがあります。そんな感じで体格的に少し合わないなって感じる人ももしかしたらいるのかなと思いました。あとは個人的にはサイドにペットボトルを入れられる場所があったらもっと便利だったのかなと思います。飲み物をすぐに取り出したいっていう時にはちょっと不便だなと思います。でもそんなくらいでしょうかね。このリュックを選ぶ理由はやっぱり見た目が好きっていうところですね。可愛いものを探したいっていう方にはぜひ使っていただきたいものになります。今だとこれよりももう一回り小さいサイズのものも出ていて、オリーブ系のカラーとか、あとはリュックだけじゃなくてウエストポーチ型のカメラバッグとかも出ているので、気になる方はぜひそちらもチェックしてみてください。ということで、ここまでで2つバッグをご紹介してきたんですが、最後に私がどういった使い分けをしているのかまとめると、すぐにカメラを取り出したい時とか、軽く出かけたい日、あとは街歩きとかドライブ撮影の日はこちらの PGY テックのカメラバッグ、あとは機材を少し多めに持ちたい日とか、パソコンとか周辺機材も全部持っていきたいっていう日はこちらのローレックスというような使い分けをしています。特に車移動だとこの PGY テックのカメラバッグは助手席に置いておいて、ローレックスのカメラバッグは後部座席に置いておくっていうような使い方をしています。とにかく普段使いしやすいカメラバッグが欲しいっていう方であれば、こちらの PGY テックのカメラバッグはかなり使いやすいと思いますし、見た目も大事だけどもう少ししっかりと荷物を持ちたいっていう方には、このローレックスのカメラリュックも良い候補になるんじゃないかなと思います。
はい、ということで今回は私が普段使っているカメラバッグを2つご紹介してみました。皆さんはこういうバッグを選ぶときに見た目を重視するのか、それとも収納力を重視するのか、ぜひコメントで教えていただけたらなと思います。あとはすでに使っているおすすめのカメラバッグがあれば、そちらもぜひ教えていただけたらなと思います。それでは今回の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画が参考になりましたら、ぜひ高評価とチャンネル登録いただけると嬉しいです。現在 YouTube のチャンネル登録者1万人を目指して頑張っておりますので、ぜひ登録いただけると励みになります。それから写真やものづくりに関する情報は SNS でも随時発信しておりますので、よければそちらもフォローしていただけると嬉しいです。今後も制作やものづくりに関する情報を随時発信していきますので、ぜひチェックしてみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。